っていただけるために一生懸命メンマ作りたいなって思ってます。それが私たちの使命ミッションだと思ってます。海が大好きで、海のある場所に会社を建てたくて、2020年に建てて4年ですね。設立は2013年です。7年で建てたっていう感じですかね。今は中国の広東省産とあと国産、この2種類を使ってます。中国の広東省産を使ってるんですけども、この乾燥メンマを使って水煮だったり味付けだったりっていう商品を作っております。今2000店舗ぐらいのお客様とお取引させていただいてます。本気でラーメンを作るからこそ本気で食材も探してるでしょうし、なので私たちが本気で作ったメンマをぜひ使っていただきたいのはもちろんですし、一緒にいいラーメン作りたいなっていう、一緒に共感して進んでいきたいなっていうのはあります。影の存在でいいんでいいラーメンを作っていただけるために一生懸命メンマ作りたいなって思ってます。それが私たちの使命ミッションだと思ってます。タンクで2万食分ぐらいのラーメンの分ですね。だいたい1日で10万食分ぐらい作っています。ですね、今ベトナム産の方も開発を進めていて、ベトナム産、中国産、国産、こちらの3種類でやっていこうかなと考えてます。日本人だけじゃなくて外国の方にもメンマ食べてもらいたいなと思ってます。結構長いですね。長いです。もうここは竹ですもんね、完全に竹けど上は食べる。生の竹をボイルするときは、基本的には、部位が筒状のものと穂先の部分とあって、穂先の部分って肉薄なんであんまりボイルしすぎると結構柔らかくなりすぎちゃうから、筒の部分とはちょっと茹で時間を分けるんですけど、僕らがやってるやり方ってかまどを使ってで熱源は全部竹林を整備した時に出る竹とかを使ってるんで、その竹をくべて火を起こしていくんですけど、そうすると
沸騰立ち上がりが結構時間がかかるので、筒の部位で30分ぐらいで穂先の部分で20分ぐらいを一つ目安にしてますね。やっぱり山でやるのは、理由が2つあって、1つは取れたものをすぐに加熱するっていうことなんですけど、竹ってもう切ったら切りたてって意外と柔らかいんですけど、切った瞬間から酵素でどんどん硬くなっていくんで、切りたてを1分でも早く茹でたいっていう気持ちがあって山で茹でるっていう風にしてるのと、あとは燃料にその枯れ竹、竹林整備とかで出た竹を、たくさん使うんで、そうすると山もきれいになっていくから、そういうもの、枯れ竹の運搬をするためにもやっぱり山でやった方がいいっていう、邪魔って言われてる竹は、だから若い竹はメンマにしちゃうし、いらなくなって倒壊してる竹とかは全部燃料にしちゃうから、そうやってサイクルで、山がきれいになっていくみたいなことはしてますけど、よくその持続可能とか SDGs とかそういうことのために別にやってるわけじゃなくて、お客さんにその面白いメンマ届けたいなっていう気持ちでやってるから、その結果日本では竹の問題があって、結構地域の人もそれで僕らの活動で喜んでくれたりするんで、結果的にSDGs っぽくなってるけど、目的はそこじゃないっていうか、とにかくラーメン屋さんのことしか頭にないから、そのラーメン屋さんにどれだけ喜んでもらえるかっていうことを、考えて竹も切ってるし、で茹でたりしたりこうやって漬け込んだりする工程とか、この後最終製品に加工する時ももちろんだけど、常にそのラーメン屋さんに喜んでもらえるようにっていうことを一番に考えてやってるんで、めっちゃ注意してる点はやっぱり硬いとこが入らないようにするっていうのが一番注意ポイントっていうか、やっぱり硬いとこはどんだけ茹でても発酵させても絶対硬いんで、だから時に硬いところを除去しないと最後まで硬いところ残っちゃう。でもう目では見えないんで硬いかどうかって、もう切った手触りっていうか、なんならかじってみたりとかして確かめるとかっていうことするんですけど、そこまでしてやっぱり硬いところを徹底的に除去してあげないと最後まで最終製品まで硬いのが残っちゃう。でそれはめっちゃ神経使いますね。あとは長さですかね。やっぱりラーメンの丼に盛り付けた時にやっぱり嬉しい長さってやっぱあると思うので、その嬉しい長さ、あんまり短すぎてもしょぼいし、長すぎても食べにくいし、一番理想は5センチとか6センチぐらいが僕らの一応ラーメンにとっての理想って勝手に定義してるんですけど、それぐらいの長さでやってラーメンにとって嬉しい長さっていうのが2番目ぐらいに大事かなっていう感じですかね。なるほど。切りながらラーメンを考えてるわけですね。そうですよ。常にラーメンに乗せるためにやってるんで。ラーメン屋さんも山来て実際収穫していただいた方いらっしゃいますよね。お弟子さん連れて来られたりとか、だからラーメン屋さんこの時期書き入れ時だと思いますけど、もしね1日2日とかメンマ国産メンマ国産メンマを作るんですけど、でも海外のメンマもめっちゃいいんで、だから作り方は同じだから、その海外までわざわざ行ってみるっていうとちょっと大変なんで、国産のメンマの作ってるところを体験しに来てもらうっていうのだけでも、使うのはその海外産のメンマでも全然いいんですけど、作り方とか作る流れとかストーリーとか